初から3人来てもらっていいかな、2人で。どうも、くびおです。今、大阪にいます。大阪空港近くのローソンで食材など買い物していました。明日から隣の兵庫県で仕事があり、しばらく滞在します。これはチャンスですね。ホテルを使わずに現場近くキャンピングカーで車中泊すれば、仕事終わった瞬間からカーキャンプ楽しめます。なんかおっさんになってから人生の残り時間が見えてくるので、すぐに楽しもうとしてしまいます。一生青春、おっさんになってからがほんまの冒険やということで、今日も秘密基地楽しんでいきたいと思います。今回は4日間の出張車中生活です。関西キャンピングカーフェスティバル出演させていただきます。場所は神戸ポートアイランドという人工の島です。もともと海だった場所を埋め立てて作られた場所で、現在は病院、大学、展示場などが集まり、多くの人が暮らし働く街になっています。会場周辺どこか適当にコインパーキングや予約できるタイムズビーなど活用して会場周辺で暮らします。トイレ、シャワーはキャンピングカーを使用します。全自動調理器持ってきたので、楽して美味しいご飯を車内でいただきます。すぐ横が海、お気に入りの駐車場に停めることができました。夜の海って吸い込まれそうで怖いんですけど、ここは違うんですよね。神戸の夜景も見れて、人も多いので全然怖くありません。しばらく海風に当たり癒されます。しばらくの間、このジル520修理に出していました。やっぱり落ち着きます。古いキャンピングカーも悪くないですね。10年以上前の中古車ですが、まだまだ乗れそうです。エンジンの熱が車内に入って暑いので、エアコンで冷やします。冷蔵庫は錆びてボロボロになったので、新品に交換してもらいました。明日の朝、キンキンに冷えたアイスコーヒー飲みたいので、冷凍庫で氷作っておきます。前の冷蔵庫なんですけど、もう下ら辺が錆びて朽ちてました。藤川さんに相談して一回出してもらったんですけど、そうするともう後ろの方とか横とかも全部錆びてましたんで、もう交換した方がいいということなんで、新品に交換しました。これやっぱり使い終わったらここ凍ってんのが溶けて水が流れていたようです。なんでまめに拭かないとダメですね。で、同じ冷蔵庫はもうなかったんですけど、新しい冷蔵庫、ちょうどサイズが合うものがあったようなんで入れてもらいました。で、これ普通は黒らしいんですけど、藤川さんにお願いしたら、その担当の方が同じような木目のこのシートを貼ってくれました。本当ありがとうございます。で、あと修理箇所なんですけど、こういった窓の外のコーキングですね、結構古くなってましたんで打ち直してもらいました。
あとはこのリアベッドのここのダンパーですね。もともとこれ1個だけだったんですけど、2個にしてもらって強くしてもらいました。なんで走行中これで動いたとしても落ちてこないようになりました。前はこの状態で動くとガターンと落ちてました。結構忘れちゃうんですよね。できるだけ忘れずに下ろしていきたいと思ってます。で、長期預けることになったんで、あとついでにソーラーパネルも増設してまいりました。本来は 200W ぐらいが合成タイプ1枚だったんですけど、フレキシブルタイプと合わせて合計 680W になりました。これから暑くなってきますんで、超大容量のソーラーパネルと家庭エアコンの組み合わせ楽しみです。日中だったらソーラーパネルの発電で家庭エアコンの消費電力相殺されるかもしれません。今回いろんな箇所を購入した藤川さんで修理や増設してもらいました。本当にちゃんとしたお店で買ってよかったなと改めて感じました。やっぱり古いキャンピングカーなどは絶対に修理が必要になってきますんで、そうなってきた時にちゃんと直してくれるお店じゃないと維持できません。皆さんも古いキャンピングカー買うときはアウターサービスちゃんとしてるお店でぜひ購入してください。自分で DIY で直せると言っても限界ありますんで、同じ県か隣の県でアウターサービスのしっかりしたキャンピングカーさんで中古は買ってください。さあ、今回このティファールの自動調理器初めてキャンピングカーで使います。こちら家で普通に使ってるやつです。圧力鍋搭載のかき混ぜ機能もついているオートクッカーです。さあ、これで楽して晩ご飯いただきます。今日の晩ご飯は簡単にナポリタンパスタいただきます。まずは新鮮なお野菜をカットしていきます。老眼なので近づいたら涙がたくさん出てきました。子供の頃大嫌いだったピーマンの苦味、おっさんになったらこの苦味が美味しくなってきました。さあ、あとは自動調理器にぶっ込んでいくだけです。消費電力 800W のティファールラクアプロ、こちらを使用します。鍋の中にかき混ぜパドルがあり、炒めながらかき混ぜてくれます。お水 350ml にパスタを半分に折り投入します。ピーマン以外すべての具材を投入します。ケチャップ 90g、 バター 15g、 コンソメ小さじ 1.5、蓋をして20分加熱します。冷蔵庫に余っていたコンビニのグリルチキンも入れていきます。さあ、あとは全部入れてかき混ぜパドルをオンにしたら放置します。さあ、あとはノンアルコールビールでも飲んでゆっくり待っときます。カーキャンパイ楽すぎます。火も使わないので放置で安心です。残り1分どうでしょうか。完璧です。出来上がっています。完成しました。おっさんのほったらかしナポリタン。いただきます。これたまに食べたくなるんですよね。この素朴なナポリタン、これ以上でもこれ以下でもないんです。これが食べたいんです。不思議なことにパスタが茹で上がってるんですよね。しかも具材はしっかり火が通っています。今回の出張車中生活は全て全自動調理でいこうと思います。ごちそうさまでした。これ放置できるので家だと調理中パソコンで編集したりしています。
調理時間が早くなるわけではないんですけど、何かやることあるときは実質調理時間ないに等しいです。自宅で仕事しているフリーランスの方はおすすめの自動調理器です。今回キャンピングカーにはネタで持ってきましたが、意外と使えました。消費電力はそこそこ使用するんですが、油跳ねもないし、意外とキャンピングカーに向いてるかもしれません。圧力鍋の機能もありますんで、カレーも短時間で柔らかくできます。さすがにカレーはキャンピングカー内で調理やばいですかね。明日以降チャレンジしてみます。2人前作っていたので、明日の朝アレンジレシピでいただきます。鍋底には炒めたケチャップがこびりついています。食洗機いけるでしょうか。やってみます。なんとか鍋だけ入りました。キッチンペーパーで軽く汚れ取ったので、このまま洗ってみます。食洗機くんに頑張ってもらってる間に歯磨き済ましてシャワーの準備していきます。今回お水ろ過装置で再利用しますので、歯磨きのお水は凝固剤で固めていきます。カセットガスをセットし、温水ボイラーでお湯を温めていきます。お湯が温まるまで10分ほど待ちます。といってもエンジンの熱で走行中にお湯はできていました。なのですぐに温まります。はい、トイレルームからシャワールームに変わりました。でマルチルーム結構暗かったんで、この充電式のセンサーライト取り付けました。これでかなり明るくなりました。いつもシャワー立って浴びてるんですけど、足が洗いにくいんで防水の椅子を導入しました。それでは節水心がけてシャワー入っていきます。はい、それではいつもシャワーの時のルーティンを実況していきたいと思います。結構ね、温度調節がシビアなんですよね。まずは全身お湯で洗い流していきます。あまり水の勢いはないので、頭から浴びていって全身の汗を洗い流します。いつも家では頭から洗うんですけど、キャンピングカーの時は体から洗っていきます。そうすることによりお湯少なく全身洗い流せます。体洗った後はシャンプーなんですけど、こちらろ過装置にいいと言われている界面活性剤の入っていないシャンプーです。なので全然泡立ちません。言うたら3日間ぐらいシャンプーしなくて、久々にシャンプーしたら全然泡立たないあの感じです。シャンプーの後は顔を洗って全身を頭から洗い流していきます。洗ってる時の爽快感はあんまりないんですけど、シャンプーが終わると不思議、家と同じようにさっぱりします。さっぱりしました。冷房つけてきました。よく冷えてます。お風呂やシャワー上がりの冷房の効いた部屋ってなんでこんなに気持ちいいんでしょうか。最高です。暑くなってくるとキャンピングカーのシャワー本当にあってよかったと思います。銭湯や温泉自分大好きなんですが、時間のない車中泊や出張の時はシャワー本当に重宝します。明日は一日中外です。汗かくと思いますので、仕事終わりにキャンピングカーでシャワー浴びようと思います。今回お水は50リッター積んできました。マックス63リッターなんですが、お水のろ過装置あるのと少しでも車軽くしたかったので若干減らしました。お水なくなったらこのろ過装置でまたお水復活させます。さあ、片付けも終わったので寝る準備していきます。
バンクベッドは明日明後日の仕事の荷物でいっぱいなので使えません。少し暑そうですが、リア2段ベッド上段で寝ます。外気温が24度まで下がってきているので、エアコンを切ってマックスファンをつけて寝ます。下はシーツを敷いて、布団ではなくてタオルケットをかぶって寝ます。もう降りなくていいようにモバイルバッテリーやスマホ、メガネなど忘れ物がないようにベッドに持っていきます。足元の小窓を開けるとマックスファンに空気が流れていってすごく涼しいです。これなら涼しくぐっすり眠れそうです。やっぱり新日ビルダーさんのキャンピングカーはよく考えられていて、一つ一つに意味あるんですよね。使っていって納得することがあります。明日朝からキャンピングカーショーの準備して万全の体制でお客様迎えたいです。視聴者の皆さんと会えるの本当楽しみです。ずっとパソコンと向き合って作っているので、実際に見てくれる方と会うとモチベーション本当上がります。なんかね、本当に見てくれてる人いてるんやってなります。それでは明日に備えて眠ります。おやすみなさい。おはようございます。静かだったんでぐっすり眠れました。気温が少しずつ上がってきて、現在車内は27度です。とりあえず朝の準備していきます。自動調理器はきれいに汚れが落ちています。冷凍室の氷もできています。さあ、それでは出来たてのアイスコーヒーいただきます。キンキンに冷えた冷凍、車内で飲める日が来るなんて。神戸の海を見ながら自分だけの秘密基地で飲むアイスコーヒーは別格です。昨日のナポリタンを使ってナポリタンエッグトースト作っていきます。完成しました。ナポリタンエッグトーストいただきます。パンがサクサクで、ナポリタンもマヨネーズも焦げて香ばしく美味しいです。ごちそうさまでした。マックスファン回していてももう車内は30度を超えてきたんで、エアコンつけました。めちゃくちゃ涼しいです。やっぱりキャンピングカーに家庭用エアコン最高ですね。静かで省エネでよく冷えます。ここからイベント会場まで2分ぐらいです。なのでゆっくりできます。新しいキャンピングカーもたくさん出展されるようなんで、気になる車両がありましたら撮影したいと思います。さあ、今回の宿代はいくらでしょうか。精算していきます。いや、気持ちいいですね。海の匂いがします。こんな都会と自然が融和したロケーションなかなかないですよね。田舎の車中泊も楽しいですが、こういった都会の自然も楽しいですね。
料金は2240円です。都会のコインパーキングはお財布には優しくなかったようです。今日はもうちょっと安いところ探したいと思います。はい、やってきました。関西キャンピングカーフェスティバルです。じゃあ今からですね、準備してショーも頑張ってきます。無料のイベントということでたくさんのお客さんが来ています。車いろいろ見たいんですけど、とりあえずトークショーありますんで、そちらの準備していきます。すごい人ですね。ありがとうございます。こんにちは。カーキャンパイ。で今回ちょっと自分一人のステージ。明日ちょっと最初から3人来てもらっていいかな、2人で。頑張ってたやん。ちょっとできてたやん。息できへんわ。できてました。できてました。最初から来てもらっていいかな。息できへんのやったらしょうがない。上手一人も上手にできてましたよね、皆さん。お家に戻ってまいりました。今日はたくさんの人にお会いできて本当に嬉しかったです。話しすぎて声が枯れてしまったようなので、今日はゆっくり休みます。まずはシャワー浴びてさっぱりしていきます。キャンピングカーのサブバッテリーは日中ソーラーパネルからの充電でほぼ満タンになっています。いやー、さっぱりしました。やっぱり夏場キャンピングカーのシャワーは大活躍しますね。ノンアルコールビールとチーズ食べて少しゆっくりします。あ、このチーズの塩分美味しいです。今日たくさん汗かいたんで、これ食べて塩分補給をします。自分ちょっとすごい声が枯れちゃってたくさん喋りすぎたようです。本当たくさんの人が来てくれたんで嬉しくてついつい喋っちゃいました。こちらの段ボールなんですけど、なんと今日一日で視聴者様からたくさんのお土産をいただきました。この段ボール、こんなに集めあるんですけど、全部お土産入ってます。本当にありがとうございました。で、この中にですね、お野菜もいただきました。こちらはなんと、淡路島の玉ねぎです。すごい美味しそうです。今日はこちらを使って料理を作りたいと思います。この自動調理器で圧力カレーに挑戦したいと思います。鍋にすべての具材とお水を入れていきます。今回は圧力機能を使っていきます。匂いが残らないように窓を開けてレンジフードを使用します。圧力モードで4分、その後煮るモードで8分で完成のようです。圧
圧力が下がったので開けていきます。あとは8分かき混ぜながら煮ていきます。完成しました。淡路島玉ねぎ圧力カレー、いただきます。じゃがいもが柔らかく甘みがあります。淡路島産の玉ねぎがルーに溶け込んでいます。牛肉も圧力鍋のおかげですごく柔らかくなっています。人参やじゃがいもは皮そのまま入れました。食物繊維たっぷりで体に良さそうです。まさかキャンピングカー内で圧力鍋使用すると思いませんでしたが、これはこれで車内調理の幅が広がってありですね。ごちそうさまでした。やっぱりカレーは裏切りませんね。しかも今回圧力鍋なんですごいトロトロで柔らかかったです。こちらの T-FAL ラクアクッカープロは圧力鍋使用するときは全自動とはいかないようです。圧力自体は4分でも圧力を逃がすまで5分かかります。で、その後煮る作業は付きっきりでかき混ぜたりしないといけなかったんで、全自動調理という感じではありませんでした。圧力つかなければもう放置できるんでかなり楽な調理器です。でも電気の圧力モードもそんなに手間かからなかったんで、ガスコンロで使用する圧力鍋より怖くないし、時間もまあまあ早かったです。余ったカレーはまた明日食べますんで、ラップで冷蔵庫保存しておきます。鍋の方はカレールーをティッシュなどで拭き取って、今から食洗機で洗っていきます。なんか匂い怖いですよね。いくら圧力鍋といって蓋をするとしても匂いは漏れます。なのでエアコンは切ってもうマックスファンで換気していました。調理中はレンジフードから湯気が全部出ていったんでそんなに残ってないとは思うんですが、今自分もうカレーの花になってますんでわかりません。また明日の朝確かめてみます。カレーの匂いこびりついたら嫌ですね。お水は20リッターを切りました。明日シャワー入る前にろ過装置でお水を再利用したいと思います。幹線道路が近いので音は結構しますが、今日は疲れているのですぐに寝れそうです。マックスファンがリモコンなんで、この2段ベッドの上段から操作できます。また足元の窓を開けておきます。風が抜けて気持ちいいです。さあ、明日の入り時間はお昼前なんで、ギリギリまで寝て喉を治したいと思います。明日治ってたらいいんですけどね。それではおやすみなさい。おはようございます。お昼前までぐっすり眠れました。でも声は回復しませんでした。中年になるとなかなか体力が回復しません。熱はないのでキャンピングカーショーの仕事全うしたいと思います。ただ今日はかなり雨が降っています。屋外のイベントなので中止になるかもしれません。とりあえず現場に行ってみます。出発の準備して会場に向かいます。ろ過装置を作動させてきれいなお水を作っていきます。
は結構降ってますね。で、風も結構あります。ここの駐車場は平坦だったんですごい寝やすかったです。さあ、今日の宿代はいくらでしょうか。770円でした。昨日よりかはだいぶ安くなりました。今日も現場まで2分で到着です。どうも、かくやです。すごい、加工、こんなシステムなんですね。ちょっと聞いてる通り、声がかすれちゃって、昨日1回の読書でこんなになっちゃいました。次、行くでしょ。かなり風が強くなってきました。海岸線沿いのパーキングエリアなんですけど、緊急避難しました。ここの高速道路、海が近くてすごい揺れるんですよね。風が収まるまでしばらく待機します。少し外に出ただけですが、靴下びちょびちょになっちゃいました。停車中ですが、車は風で少し揺れています。しばらく動けそうにもないので、シャワー浴びて服着替えておきます。キッチンペーパーを詰めて乾かしておきます。いや、気持ちよかったです。昨日は汗まみれ、今日は雨でびしょ濡れだったので助かりました。なんか声さらにひどくなっているような気がします。まだ結構雨も降ってて風も強いんで、今日はもうここでご飯食べて早めに寝て、明日の朝早く出発したいと思います。今日もまたこのオートクッカーで楽に簡単に調理していきます。そういえば昨日カレー作って今日の朝ですね、一回出てからでキャンピングカーショー終わってから戻ってからも全然カレーの匂いしていません。圧力鍋使った時結構水蒸気出たんですけど、このレンジフード吸ってくれたんで車内には匂いがいかなかったようです。ただですね、このゴムパッキンが結構今匂いついてるなって気がしました。開けてから匂いしています。これはまた洗った方がいいかもしれません。材料はパックご飯、ハム、ネギ、卵、調味料です。昨日いただいた玉ねぎの葉っぱをネギの代わりに刻んで入れていきます。油を入れて具材を入れていきます。続いてご飯はレンチンせずにそのまま入れます。最後に溶き卵と調味料を入れたら放置するだけです。香ばしい匂いがしてきました。これは美味しそうです。
完成しました。中年の哀愁チャーハン。いただきます。あ、これです。これが食べたかったんです。調味料は塩コショウのみ薄味にしました。玉ねぎの葉がシャキシャキしていてとっても美味しいです。そして心配していたご飯ですがちゃんとできていました。パラパラまではいかないんですけど、ほったらかしでこのレベルなら全然問題ないです。ごちそうさまでした。雨風が強かったため外気温は低いです。今日はエアコンなし、窓を少し開けて眠ります。もう目つぶったらすぐに寝れそうです。今日もすごい雨だったんですけど、たくさんの人来てくれて本当に嬉しかったです。実際に視聴者さんに会うとその人となりがなんとなくわかるんで、今後の動画作りの参考になりました。どういった人が見てるのか全然わからないんですけど、実際に会えたのでモチベーションが上がりました。また皆さんが喜んでくれる動画、見たい動画作りたいなという気持ちになりました。おはようございます。暑くて起きました。車内、車外ともに30度近いです。エアコンをつけていきます。現在ソーラーパネルから約300ワット発電されています。こんだけ発電されていればエアコンの消費電力は相殺されそうです。パン屋さんをしている視聴者様にこんなにも美味しそうなパンをいただきました。たくさん種類があって迷います。今日の朝食はこちらをいただきます。いただきます。外はサクサクしていて中の生地はしっとりとしていて甘みを感じます。ふんだんにマカダミアナッツが入っておりサクサクとした食感、食べ応えもあり美味しいです。ごちそうさまでした。自分パンの時ってなんかお腹いっぱいにならないんでいつも2個とか3個食べてるんですけど、このマカデミアナッツのパンは食べ応えがあり一つで満足でした。すごい生地もね、空気がたくさん入ってる感じじゃなくてすごいぎっしり詰まってるんですごい満足感がありました。このチョコレートも美味しそうですよね。めちゃくちゃ入ってます。こちらはお昼まだいただきます。東京阿佐ヶ谷のロードベーカリーさんです。こんな絵本のモデルにもなったすごい有名なパン屋さんです。同じ軽キャンピングカーインディ727に乗ってるマサさん、いつもありがとうございます。これ本当美味しいんで東京行った方はぜひ寄ってみてください。今日の夜家族で車中泊しますんで、また朝ごはんでパンいただきます。はい、今現在の消費電力、プラスですね、約2、30ワット充電されています。空は少し曇っています。夏場30度ぐらいの外気温ではソーラーパネルからの充電がかかってエアコンを延々と使えるようです。いや、これはソーラーパネル増設してよかったです。これから夏の車中ガンガン行いますんで、もっと暑くなったらどうなるかいろいろ試していきたいと思います。さあ、目的地までもうすぐなんで着替えて出発します。今回この冷蔵庫新しくなって容量とかも前と一緒なんで何も変わってないかなと思ったんですけど、ここのロックは自動になってました。こんな感じで押すともう勝手にロックして開きません。前はこの手動でポチッと押さないといけなかったんですけど、これかなり楽でした。前は結構ロック忘れて、走行中パターンって開いてることがよくあったんで、それがなくなりました。
で、次からですね、もう下とか錆びないように、この凍った結露ですね、受け止めるなんかタオルとかを下に敷いて、冷蔵庫使い終わったら放置しておきたいと思います。で、今回シャワー大活躍しました。これ昨日シャワー終わってもう上開けて放置している状態です。これでも拭かなくて乾いています。今回温泉施設が近くにない場所で車中泊でした。で、日本どこでも入浴施設ありますが、移動する時間など何円か言うて1時間はかかりますので、レジャーではない車中泊の時は本当に助かります。あと潔癖な方とかですね、そういう方もシャワーおすすめです。なんか温泉とかで水虫とか感染される心配もなくなるので、こういう旅のスタイルもありかなと思います。で、ここはね、結構暗くて照明ここ1個だけだったんですよね。で、結構暗かったんで、ここにライトをつけました。で、これもう配線とかせずにマグネットで撮れるセンサーライトです。Amazon で買いました。これ結構良かったですね。で、走行中も撮れたりしません。で、こんな小型なんですけど、今回1回充電してから4日間のライト、センサーライトつけっぱなしで、シャワー何回も入ってもまだ切れてません。なので1週間ぐらいは大丈夫かなと思います。で、シャワーとこのロッカー掃除の組み合わせがやっぱ最強ですね。何回でも水心配なくシャワー浴びれます。前とかはめちゃくちゃ節水してたんですけど、もうこれに変えてからある程度ジャーって流しながら使ってます。一応節水は心がけてますか。すべてのお水をろ過するんじゃなくて、歯磨きとかちょっと気になる水だけもう別で処理して、で、普通の食洗機やシャワーとかはもう全部ろ過の方に、汚水タンクの方に行ってます。で、それをろ過してまた使ってました。これならもう家なくても1ヶ月ぐらい住めると思います。